今回はオーライトのタクティカルライトウォーリアー X4 の紹介です。こいつは最大出力2600ルーメンで最大 630m 先まで照らします。男心をくすぐる商品ですね。通常モードではローとハイモード、タクティカルモードではミディアムとストロボになります。探索や救助、警備、サバゲーに大活躍。護身用にも使えるライトです。水や衝撃にも強いオーライトのウォーリアー X4 です。このライトははっきり言ってかなりロマンがあるライトです。使ってて面白いです。前回はオーライトのシーカー4プロを紹介しましたが、今回紹介するのはオーライトのウォーリアー X4 になります。最大2600ルーメンで光の距離は最大 630m、かなり遠くまで照らせるライトですね。前回同様に立派な箱に入っています。こんな感じでね入っていました。箱の中はライト本体とホルスター、やっぱりサンキューって書いてありましたね。でこのライトは少し武骨な感じで、いかにもタクティカルライトって感じがします。あとは説明書などですね。充電ケーブルですね。タイプ C です。箱の中はこのくらいですね。バッテリーは 3.6V の 5000mAh で、型番が21700ですね。正面はこのようになっています。ホルスターはこんな感じです。シーカー4 Pro の場合はホルスターで充電するんですけども、ウォーリアー X4 は充電口がないんですよね。このライトの充電はここをね回すと出てきます。あとはねオプションでお尻の磁石で充電できる磁気充電があります。こいつは磁力がありますのでぶら下げることも可能ですね。で充電口の横はですねバッテリーのレベルがあります。 100% から 60% までが緑で、 60% から 10% までが黄色、 10% 以下は赤になります。普段は閉めて使うんでね、パッと見ではわからないんですよね。なのでバッテリー残量が少なくなるとブルブルっと振動で教えてくれます。でホルスターなんですけども、シーカー4 Pro は上から抜くのに対して、このウォーリアー4は横にパーンと取り出す感じです。収納も早くて楽ですね。これは結構かっこいいと思います。明るさですが、ローが300ルーメンで距離が 210m、 ミディアムが1000ルーメンで距離が 390m、 ハイが2600ルーメンで距離が 630m です。かなりの防水なので、土砂降りや間違ってちょっと水没したぐらいでは大丈夫なライトです。あとはもったいなくてやっていませんが、2mからの落下衝撃も問題ないようです。では使い方ですね。はじめにバッテリーの部分に絶縁テープがありますので、それを外してください。このライトは通常モードとタクティカルモードがあります。スイッチはテールスイッチのみで、押すと光ります、離すと消えます。通常モードでは軽く押すとロー、強く押すとハイになります。つきっぱなしにしたいときは軽くポンと押すと指を離してもついています。強めにポンと押すとハイでつきっぱなしですね。タクティカルモードだとミディアムとストロボになります。ローの状態で強く押すとハイになります。これはつきっぱなしでも同様です。タクティカルモードでも同じことが言えます。では通常モードとタクティカルモードの切り替えですが、これは点灯中にバッテリーのお尻の蓋の部分をくるくる回して緩めます。ライトが消えたらまた閉めます。これでモードが切り替わりました。ライトが消えている時はモードの切り替えにはなりませんのでね、気をつけてください。このライトはテールスイッチのみで、軽く押すか強く押すか、それだけのボタン操作、シンプルなボタン操作ですね。では実際に使った感想ですね。このライトはとにかく面白いですね。光の武器です。古代広告が多い中で購入者の期待を裏切らないのではないかなと思います。でも実際に照射距離が 630m あるかというと、天候や空気の状態で距離も違うと思いますが、
どうなんだろうねって思っちゃいます。でもね、かなりの照射距離です。ぶっ飛び系のロマン砲ですね。普通のライトではありえないところまで照らします。で、このテールスイッチなんですけども、これはすごくいいですね。暗闇でスイッチを探す必要もなく便利です。ライトもね、自然と上に持つ姿勢になるので、ライトの位置が高い分明るさが増します。で、グローブの上からでもね、使いやすい、分かりやすいスイッチなんですよね。で、このライトは面白いんですけども、使っててやっぱりね、これは注意した方がいいなと思ったことがあります。光の指向性が強くってね、光自体が強いんで、注意書きにもね、目には当てないでくださいってありますけども、ライトを向けられた人はね、目がくらみます。なので間違ってもね、人には向けないようにしましょうね。あとは走行中、走ってる車には向けないように注意が必要ですね。なので住宅街とか人が多いところではちょっと使えないかなとは思います。で、やっぱりこのライトは光が強いんで、山歩きとかする人にはかなりいいライトかなと思います。ローモードもしくはね、普通のライトを使っていて、必要な時にこの2600ルーメンで遠くを照らす、もしくは護身用として使うって感じですかね。熊対策として持っていてもいいかもしれませんね。では気になったところですね。このライトは遠くを照らすライトなので、ローでもかなり明るく感じます。近いところや手前でね、何か作業するのを照らすにはちょっと明るすぎると思います。ムーンライトみたいなかなり弱いモードがあれば、使いやすさに広がりが出るんじゃないかなと思います。あとは実際に使うことがあるかどうかは分かりませんが、ストロボですね。このストロボの感覚がちょっと早いかなと思いました。シーカー4プロのストロボから見ると早いような気がしますよね。護身用として使うには点滅が早いかなと思いました。あとはこのモード切り替えですね。通常モードからタクティカルモードに切り替えるこの動作もね、急いでる時にはどうかなと思います。なので普段通常モードで使う場合は手動でストロボとかがいいかもしれませんね。今のところはこのくらいですかね。ではまとめですけど、このライトは何がいいって、とにかく遠くを照らすライトで、その辺のライトでは無理な距離でも照らしてくれます。以上になっちゃうんですが、最後にシーカー4プロとの光の違いをね、さらっと見ていきましょう。シーカー4プロだと周りは明るいんですが、向こう側の樹木などはほとんど届いていないかなっていうのに対して、ウォリアー XO はガンガン照らします。代わりに対象物以外、光の周りはね、ちょっと暗い感じなんですが、やっぱりね、面白いです。実際にどれくらいの距離まで照らしてくれるのか、いつか見てみたいと思います。シーカー4プロは最大4600ルーメンで明るさはかなりあります。照射距離は260メートルです。ウォリアー X4 ほどではないんですが、かなり遠くまで照らしてくれるライトですね。普通のライトよりは全然遠くを照らしてくれます。でも遠くを見るというよりは、周りを一瞬で照らすかなり便利なライトです。で、シーカー4プロとウォリアー X4、これね、どっちがいいとなれば悩みどころなんですけども、自分はね、ウォリアーの方を取っちゃいますね。で、これは自分だけ、俺だけかなと思って、周りの知り合い数人にね、どっちもね、照らして、で、その後どっちが欲しいと聞いたら、全員がウォリアー X4 が欲しいと言っていました。実用性で言えばシーカー4プロがかなり使えるんで、女性はね、こっちを選ぶんじゃないかなと思ってたんですけども、その数人の中に2人ほど女性もいたんですけども、2人ともこっちが欲しいと言ってました。これは予想外でした。このライトは持っているとワクワクしてしまうライトなんでしょうね。ちなみにその辺の夜の散歩とかね、あとは郊外とか住宅街など、何か作業をするので作業灯的な役割などはね、このダイヤル式の無段階調光で様々な状況に合わせた光にねできるんで、シーカー4プロの方が圧倒的に便利なんですよね。でもなぜかこっちが欲しいなって思っちゃうロマンあふれるライト、オーライトのタクティカルライトウォリアー X4 の紹介でした。ではまた。